バーケンです。300km 離れた相続した家の片付けを進めています。2階の部屋はまだ完全には片付いていませんが、作業を一旦1階に移します。ここまでにしとくか。はいはい。昔の家なので階段が急勾配です。妻は何往復もここを移動しました。金庫の上にはなぜか石が置かれています。金運は全く良くなっていないので、正直これはやめた方がいいですね。そして過去の名シーンですが、以前梅干しの瓶があまりにも重すぎて必死に運んだ時、その背景に映っていたのがこの金庫です。そしてその1階はご覧の通り、まさにゴミの楽園になっています。塵が風に舞っています。カメラにたまたま映っていました。これまで実家と言ってきましたが、正確には本家なんです。ここは私の実家ではなく、父の実家になります。ただ本家というと少し分かりにくいので、今後も分かりやすく実家と呼んでいきます。ちなみに妻が一人で黙々と片付けをしている間、私は砂山の移動をしています。本当は家の片付けも手伝いたいのですが、まずはこの砂山をどうにかしないといけません。相続した時点で水田の上に巨大な砂山が乗っていました。この土地を手放すためには何としても砂を移動しなければならないのです。これは妻の考え中のポーズです。何からしたらいいのか途方に暮れているのだと思います。ここに映っているゴミの大部分は燃えるゴミです。この後一旦外の倉庫に運び、そこから軽トラックに乗せて近くのクリーンセンターへ持ち込む予定です。燃えるゴミは袋に詰めてしまえばそれほど大変ではありません。そして再び考えます。妻に何を考えていたのか聞いたところ、朝から晩までたった一人で延々とこの作業をしているので、頭が回らなくなっているとのことでした。そもそも知らない人の家の知らない人のゴミやし、さらに言うと奥の部屋に先祖の写真がたくさん飾ってあり、常に見られている中での作業やし、写真に写っている人は誰一人知らないのですが、白黒の女性の写真を見ていると夫のバーケンにそっくりで、バーケンの女版としか見えないのです。私はこの家とは関係のない他人ですが、それでも片付けなければならないと思うことにしています。2階に戻って2階を片付けます。この部屋は以前こんな状況でしたが、この動画の最後にはようやく綺麗になります。なお夫のバーケンは一切片付けをせず、全く関係のない妻がたった一人で全てやり遂げます。そうねんて、私の人生こんなことばっかりでエローなるわ。
さて妻は段ボールの箱を壊すのが得意です。と思いきや本人曰く、別に得意じゃないけど、いつも出しっぱなしにしてるから、私が片付けてるだけやし。自宅で普段から私が段ボールを放置しがちなので、いつも妻が片付けてくれています。